昔書いたものの整理ってどうしてる？なんか私結構うまく書けなかったら破り捨てるタイプだったから、めちゃくちゃ書いてきた割にはそんなに残ってなくて、でもあれはなんか、昔書いてた漫画とかがドンって置いてあって何かいいアイディアあったら教えてください。そういえばさ、誰かお客様の中にラブトラを見ている方はいらっしゃいませんでしょうか？ラブトランジットっていう恋愛リアリティショー番組なんだけど、 Amazon プライムで配信されてる。最近シーズン2が終わったかな。ラブトラって元カノ元彼と一緒に参加することが条件の恋愛リアリティショー番組なのね。配信当初は見てなかったんだけど、母におすすめしてもらって、想像してたよりも全然ピュアだって教えてもらったから、シーズン1をね見たんだけど、もうすっごい良かったよ。なんか正直今まで見てきた恋リアの中でも一番好きな番組になりました。その別れる理由によるんだなって思って、タイミングとかさ、ちゃんとお互いの気持ちを話し合えなかったとかさ、だから全部が全部こう嫌な別れ方とかじゃなかったりするから、人それぞれなんだなって思ったりした。出演された方々がさ、なんだろう、めっちゃキラキラしててなんかみんなファッションもおしゃれだし、きちんと自分の考えを発言できてて、すごいいいなって思ったし、なんか私さ、その正直マジで恋リア好きすぎて応募したこともあるの絶対参加はできないんですけど、応募したこともあるぐらいね、めっちゃ好きで。だからその番組見るたびに、もし自分がここに参加してたらこう一生のね仲間というかさ、見つけられたのかなとかちょっと妄想する。するよね、好きな人。でもラブトラね、マジでみんな見てほしい。私アズーにも見せてるから今。なんでさ、恋愛リアリティショーが好きかって INFJ の人なら分かってくれると思うんだけど、人間観察が面白いんだよね。恋愛目的で見てるわけじゃなくて、こういう状況になった時に人はこういう風に思ったり、こういう行動するんだとか、こういう言い方は良くないんだなとかアバウト、すごく勉強になる。だから私もう勉強と思って見てる。自分の足りない人間との関わり方を恋愛リアリティショー番組で学んでるって感じ。
なんかグッズ考えてるんだけど声ガラガラ。グッズ考えてるんだけど、なんか自分が自分の絵のグッズ欲しいとは思わないから、誰が欲しいんだろうとかすごいうだうだ考えてしまうって思ってたけど、いざこう自分でアイディア出してったらちょっと楽しいかもと思ってきた。自分の絵がグッズになるって思ってたからダメであって、グッズのために絵を描くならまた別みたい。証明写真シール作ってみたいなと思って、社会への抵抗って書いてんだけど、切り抜きステッカーみたいな。で、あとなんか絆創膏作りたいなって思って、絆創膏って作れんのかな、ちょっと探してみます。これはカメラの高さ出しに使うフィギュアの箱です。私すっごい肩幅えぐくて、なんか友達に昔水泳やってたって言われるぐらい肩幅が広いのね。肩幅広いエピソードとして、生まれる時に肩が突っかかったらしくて、生まれた瞬間から骨格ストレート。今回のこの女の子もね、一応さ、自分も似たような格好をして写真撮って描いたんだけど、もう最初肩幅マジでこんなん描いちゃって、そう、ある程度こうデフォルメしないとさ、私が描くような女の子に落とし込めないから、やばいやばい、自分がモデルだと肩がいかついとか思って。最近あった話なんだけど、スーパーに行ったらさ、知らない外国の方にすいませんって声かけられて、なんだろうと思って、そしたらさ、商品のパッケージに減塩って書いてたのね。これはノンソルティって聞かれたの。まあノンソルティではないじゃん。でも減塩の減ってなんて言うっけって、英語でなんて言うっけって思い出せなくて、で私がとっさに出たのがスモールソルティだったの。そんな小さい秋じゃねえんだぞって自分で突っ込んじゃった恥ずかしいよね本当に。でその後にその外国の方が塩少ないみたいな風に言ってくださって、そう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 って、もう私ソーリーだったよ本当。勉強しなきゃな。じゃあ作業します。